はい、こんにちは、岩根です。今日はマシュマロの方にいただいてた絵に関する質問っていうのに、具体的にお答えしていきたいと思います。一応ツイッターの方でも軽く返答はさせていただいたんですけども、なんといっても100文字しか使えないんであんまり詳しくは言えなかったんで、ここでまとめていろいろとお答えしたいと思います。まずはこちら、突き出した腕、ボールを投げる時などを描く時の遠近感のあるポーズの描き方を知りたいです。腕の部分をどうしたらいいのかいつも悩みますっていうことで、あの時も描いた図なんですが、頭がこうあって、肩があって、ここから腕が出るわけなんですけども、先に手のひらを描いた方がいいと思います。っていうのは、手のひらがどの位置にあるかっていうのが絵のイラストとかの上で非常に重要なんで、まずこの位置を決めてしまって、この間を腕でつないでいくっていう感じですね。で、腕はまっすぐなんでこう、簡単に言ったらこういうことなんですけども、これだとやっぱり遠近感が出ないので、特に肘の部分を誇張する感じにした方がいいような気がします。こういうような感じで、意外と写真だとこんなに大きく手がならないんですね。普通のレンズだと割と圧縮されたりする感じのことが多いんで、そこは絵としての誇張っていうことで、僕ならこれぐらいの感じで描くかなって思います。で、その時に、今これは裸の状態なんですけども、袖口、腕がこういう風になってるっていう、この袖口の形で腕が手前に来てるっていうことも強調できるんで、どういう服装をさせるかっていうことも重要だと思います。このポーズのためにキャラクターを作るんであれば、袖の模様が腕に対して直角に入ってるようなデザインの方がこういうポーズが映えると思いますんで、このためだけにキャラクターを作るんであれば、服装なんかもそれを意識して作った方がいいと思います。で、腕が相当画面に対して圧縮されてるんであるならば、指とかを逆に画面に対して長く見せる工夫をすると、圧縮されてるところと画面に対して伸びてるところっていうことで絵にメリハリが出ると思うんですよね。こういう風な感じで描いてはどうでしょうか。一枚絵として見るにはやっぱりある程度腕の長さが画面に対して見えるぐらいの方がいいと思います。腕っていうものをこういう柱のようなものだと想定して、丸みを持った柱ですね。こういう風な感じでこれを、顔があって首があって肩があってっていうところから重ねていくイメージ、円柱をで、ここら辺が肘かなっていうところをなんとなく強調して描くといいと思います。こんな感じで。では次の質問に行きます。私は斜め下から人物を見上げるような構造を描くのが苦手なのですが、何か良いコツはありますか。で、続いて、私は男性と上から見た構図とパースがよくわからないのですが、コツなどはありますか。また首を描くのが苦手なのですが、そちらのコツもあれば知りたいです。煽り俯瞰といったポーズが一体どんなポーズなのか分かりません。もしよろしければ教えていただけますかっていうことで、この3つちょっとまとめていこうかなって思います。特に煽りとか俯瞰に関わってくることなんで。で、煽りっていうのは非常によく使われる構図で、下から人物、正面から見た人物がこうあった時にカメラがおおむねこう下から撮ってるっていう、これを煽りって言います。で、逆に上にカメラがあって見下ろすような感じで撮ってるっていうのを俯瞰っていう。で、基本的に煽りっていうのはかっこよく
映りますね。堂々とした感じ。要するに、イラストを見てる人がそのキャラクターを見上げるっていう感じになるんで、かっこいいっていうのを強調するときに使われます。男性の煽りをちょっと解説したいと思います。こちらの別の動画で煽りとか俯瞰っていうこともちょっとやってるんですが、顔の構造っていうことでそれと同じような話にもなるんですけども、男の人の顔おおむねこんな感じで、煽りの場合こう顔の広い側と狭い側ができません。斜めから見てるんで、広い側と狭い側、目の高さ、これですね、この目の高さ、広い方は高くっていう風になるのが基本的に煽りの方法です。これが逆にこういう風になると俯瞰の表現になりますんで、まず煽りっていう時点で広い側を高くするっていう風に注意した方がいいと思います。でここに顔を当てはめていくわけですね。これを目の高さとして、中心線よりも高いところに鼻がきます。で口は煽りで見てるとちょっとへの字口、ここは顔が丸く曲がってるんでややへの字口で、目がこういうふうに、これが煽りの基本的な顔の描き方ですね。こういう感じで顔のキャラクターの顔に関してはそれぞれのデザインに合わせていただければ、ただ基本的な顔の構造としてはこういう感じ、耳があって、だからこの目のラインがずっと耳にこういうふうに湾曲していってるっていうふうに、でここは意外とまっすぐです。この部分、人間の顔はここら辺まっすぐですね。でここがくぼんでるというのをイメージして、この顔に影をつけるっていう時にそういうのを意識する。これこういう風につけると後ろから光が当たってるっていう感じになると思うんですけども、この顔の立体感、こういうところがまっすぐ、ここで折れてるっていうことを理解してると影のつけ方もちょっと説得力のあるもんになると思います。今度は煽りじゃなくて俯瞰の説明をしたいと思います。で煽りと違って俯瞰はあんまり普段実際の社会で目にすることがないので、まずはパース線を引いてしまいましょう。で地面のパース線は、例えばこういうふうな感じで、これ地面のパース線ですね。で垂直は、そんなに大きくパースをつけなくてもいいので、これぐらいのイメージ。まずこういうグリッドを引いてしまって、ここに絵を当てはめていくっていう風な練習をするといいんじゃないかと思います。っていうのは顔とか体の左右を同じ高さにするっていうのが実はすごく重要で、それがうまくできてるとパースに乗った絵に見えるっていうことだと思います。でこれに合わせて描くと頭の楕円がこうですね。で目のラインがこういう感じですね。で目が入ります。で鼻で、この時煽りとの決定的な違いが眉毛と目の距離。ここはこういうふうに横から見るとくぼんでます。なので下から見るとここは広くなるんですけども、上から見るとここは狭く見えるっていうことでご注意ください。これで眉毛と目の間の立体感っていうのを表します。で耳はこう、さっき言ったみたいに目のところから曲がっていってるイメージですね。こういう風な感じで、こっから首肩っていう風になっていきます。で今回特に男性っていうことで描いていきたいと思います。
で首はどちらにしてもやや斜めについてます。どういうことかというと、顔がこうあって体がこういうふうにある時にやや斜め、このまっすぐな垂直の線と比べると斜めについてます。これがまっすぐになるとやっぱりロボットっぽいんで、なのでこの垂直線に対して首を斜めに描きます。で男性と女性の大きな上半身の大きな差って、ここの僧帽筋って言われてる首から肩にかけての筋肉、これをうまく表現するとその男性の体の厚みっていうのが出せますね。でここが鎖骨で、こっから、三角筋だから俯瞰で描くと多分こういう感じですね。まああんまり筋肉隆々にしたくなければもうちょっと絞ってもらってもいいんですけども、でも女性との最大の差が多分ここの僧帽筋っていうのが男性は発達してる。で耳の後ろからこの胸の鎖骨の中央にかけて胸鎖乳突筋って言われる、首の筋ですねがこういう風にあって、で男性の場合はやっぱりこういうところを強調して、で線なんかもちょっと直線気味にゴツゴツとしたイメージで描くとそれっぽいんじゃないかな。だから逆に女性を描くときにはあんまり筋肉を意識せずに滑らかな線でつなぐような感じがいいと思います。で俯瞰の場合一番重要なのがおそらく足をどういうふうに描くかっていう、地面に対してちゃんと接してるように描けないと説得力がないんで、だからこれもやっぱり地面のグリッドに合わせるイメージを持つといいと思います。こういう感じでややハの字型に開いてますね、足は。上から見るとこういう風な、こっちかかとだとするとつま先に向かってこういう風に開いてるっていう、これがまっすぐだとやっぱりロボットっぽいんで、でここ男性だったら特にこうくるぶし、女性でもそうですね、こういうとこ強調して、で指なんかでもやっぱり四角くゴツゴツしたイメージで、靴だったら靴でまたちょっと描き方が違うんですけど、でも大体はこういう風な、だからこれがちゃんとパースに乗るようにっていうのは、このパースの自分が引いたグリッドに対してきちんと乗っかるようなイメージを常に持ちながら描くといいんじゃないかなって思います。で男性の全体としてはやっぱりちょっと凹凸は女性に比べて少なめ、平坦な感じです。で特に腰をあんまり大きくしすぎない方がいいかもしれないですね。でこういうところデッサン人形だと体と腕が完全に分離してるんですけども、やっぱり人間の体って腕と体っていうのはすごく複雑に筋肉が絡み合ってるんで、あんまりデッサン人形を信じすぎずに描いた方が参考程度にとどめる感じですね。で大胸筋があって、ここ僧帽筋があって、三角筋があって、いまだに僕はよくわからない上腕二頭筋と三頭筋、どっちかが前でどっちかが後ろなんですよね。でここで肘のところで一旦細くして、ここで筋肉の腱がくっついてるんで、で一度膨らんでまた手首で細くして、で手をかく。で足の筋肉は僕は名前ほとんどよくわからないですね。あんまりそういう筋肉がたくさんある人の仕事を今まであんまりしなかったので、なんとなくですが、とにかく
関節ごとに細くする、太くする、細くするっていうメリハリがやはりついた方がいいと思います。だからあんまりこのお腹から腰にかけてくびれさせないっていうのが、多分男性を表現する上では重要なんじゃないかと。こういう感じですね。でここが腹直筋で、ここ名前がわからないけど、なんかこういう斜めに横についてるような筋肉がついてます。こんな感じですね。これが男性の書き方っていうことなんで、あとはさっき言ったみたいに、このとにかくグリッドに左右を合わせるっていうことを考えて、で煽りっていうのはなるべく正面を下げてください。必ず斜めから。煽りの真正面って鼻も豚鼻になるし、あんまりかっこよくならないんですよ。いや、上手な人が書いたらかっこよくなるかもしれないんですけども、なかなか思ったようにかっこよくなりにくいんで、煽りは正面を避けて斜めに、こういう感じで書いた方がいいと思います。何度も言いますが、実際のキャラクターはそれぞれのやつに合わせてください。簡単な顔の構造のお話です、これはね。で男性は首を太めにして僧帽筋っていうことを覚えておくと、割と男性っぽく書けるんじゃないかと思います。じゃあ次行きましょう。解説動画すべて拝見しました。参考になって面白かったです。あと頭の構造を回転して解説の動画のところで、鼻の45度の角度が横向きに近いというところでおっしゃってた、アニメーターになるとこういうことを叩き込まれますということをぜひ動画で見たいです。他にもいろいろありますね。他にもいろいろあるんですけども、大体は、こちらの動画、ポーズに必要な3つのポイント、こちらを見ていただけると大体わかるんじゃないかなっていう感じなんですけども、もう一度、僕がよく言われたのは、アニメーションって1秒間にゆっくりした動きのところで1秒間に8枚使ってるんですよね。で速いところだと12枚であったり24枚っていうことになるんで、実際に人間が見てる絵っていうのはシルエットしか捉えられない、細かいところはわからないって言われたんですよ。人間の目には捉えられない。なのでシルエットにしてわかる絵を描きなさいっていうふうに言われました。で具体的にどういうことかっていうと、例えばポケットに手を突っ込んで指さしてる人、さっきの話にちょっと近くなってくるんですけども、でもどういうポーズでやるかっていうと、こうですね。ポケットに手を突っ込んで指さす人で、これで合ってるんです。その通りなんです。ところがこれをシルエットで見ると一つの塊になってしまって、少なくともこのシルエットだけ見ると何をしてる人なのかわからないわけなんですよ。でそこで言われたのは、もちろんこれはその時の演出意図にもよるんですけども、こういうところを体から離してやる、こういうふうに、正面を指してるっていうことであったとしてもこんな感じで、体から手を離す。で手の塊から指を離す。そしてポケットに突っ込んでる手のところに少しでもいいから隙間を作る。こういうふうに。そうするとシルエットでもここに隙間があってここに指が出てるから、ポケットに手を突っ込んで指さしてる人なんだなっていうことが理解できるんですよね。でアニメーションに限らずイラストでもおそらくそういう風に表現、シルエットで見て分かるような表現っていう方がパッと見た時に伝わりやすいと思います。
でましてやアニメーションっていうのは1秒間に何枚もの絵を見せるっていうことになるんで、ディテールよりポーズがすごく重要だと思います。だから特に女性じゃなくて男性であるならば、いろんな体のところに隙間ができるように、だからこういう腕も体につけるんじゃなくってちょっと離してやる。で足はこのポーズだと足折れ曲がってるんですけども、せめてつま先は見せる、こういうような感じで、とにかく何をしてるかっていう全身のシルエットがパッと見た時に伝わるようにするっていうことを僕は言われました。前の動画で言った重心であるとか、こういうポーズ書きましたよね。重心であるとか体のひねりっていうこともよく言われました。それを入れることで動きが出る、円の中に動きが感じられるっていうことになるんで、だからポーズはなるべく手足を体から離す。そして重心は落ち着いてる、きちんとした立ってるポーズであるならば両足の間に持ってくるっていうことを前提に書いてます。逆に走ってるっていうようなポーズの場合は前に向かって行かなきゃいけないんで、それが重心取れてると走ってるようには見えないっていうことがあるんで、だから走りなんかでもできればこういうふうにシルエットとして見て分かるポーズがいいと思います。デフォルメとして実際人間が走ってる時ここまでおそらく足は上がってないんですけども、これぐらいやった方がおそらく走ってるっぽいっていう風になると思うんで、そういうデフォルメを効かせながら描くといいんじゃないかと思います。サトシを描く際どうしても帽子に違和感が出てしまいます。押さえておくべきポイントやコツはありますかっていうことなんですけども、まず帽子なんですけども、これですね、帽子ちょっとヨレヨレなんですけども、ここがまっすぐじゃなくって前に向かって曲がっていってるのが分かります？上に向かって反っているっていう、これがね。でそれがどういうことかっていうと、帽子っていうのがこうキャップ状っていうかこういう形だとして、こっちが前だとして、そうするとつばのところはこういうふうに上に食い込んでるんですよね、構造的にこういう感じで。でこっからこうつばが出てると、これが帽子の基本的な形です。でこれを踏まえた上でまずはいつもと一緒ですね、まずは頭蓋骨を描きましょう。こうです。帽子を見せたいんで俯瞰のポーズ、俯瞰の構図でいきます。こうですね。広い側が下がる、俯瞰は広い側が下がるっていうことで、目がこういう風にあったとして、この頭蓋骨に、髪の毛が乗っかって、その上に帽子が乗っかってるってイメージで、まずはこういう風に大雑把に乗っけてしまいます。で顔の垂直な線がこれぐらいだとすると、まずはこういう風な感じでまっすぐに取ってみます。こういう風に。だからこの時に中心が揃うように、頭の中心と帽子の中心が揃うように意識してください。でここの部分が上が食い込んでるっていう、こういう感じで、ちょっとこれ線邪魔ですね。で帽子のつばがこ
帽子のこの曲がってるところもこのパースに乗っかる感じで、このパースがずれるとやっぱり違和感が出やすいと思うんで、あとは髪の毛を加える。これが基本的な帽子の描き方。慣れてくれば帽子と顔をなんとなく雰囲気でバランス取れるんですけども、今それが難しいっていうことであれば、地道にまず頭の形をとって、その上に帽子をかぶせるっていうやり方の方がいいと思います。で、煽りの場合でも考え方は同じですね。煽りの場合でもこういう風に顔のパース、広い側が上がってるから煽りですねのところにこれ帽子のラインで、帽子はここの部分をちょっと尖らせる。まん丸くするんじゃなくって、オーバーに言うと五角形のイメージで、これ帽子の種類にもよるんですけど、で前の部分を上に食い込ませてつばを描く。だいたいこれが帽子の描き方っていうことになりますね。で、内側の線はこれぐらいですね、顔に対して。なんで、自分の描きたい帽子、もしお手元にあったらじっくりいろんな角度から見てみてください。でそれが頭に乗っかるとどうなるかっていうことを、人にかぶせてそれをスケッチするっていうのが一番早いかもしれないんですけども、まずは帽子をいろんな角度からどういう風に見えるかっていうことを確認してみてください。次、ポケモンのキャラは目が縦長なので描くときにうまくバランスが取れません。何かコツとか意識することはありますかって。縦長って多分こういう目っていうことですよね。こういう目、こういうやつね。で横長でも縦長でも基本的に意識するのは、おそらく目の場合は左右のバランス。じゃあさっきと同じで、まずお団子を描きます。頭蓋骨で、今度はこっち向きにしときましょうか。で煽りっていうことで広い側が上、煽りですね。で煽りにするときはこの中心線もやや下に向かって開いた方がいいです。ここが90度以上になるように。ここが90度以下になると顔全体が曲がってる印象になるんで、目の線と顔の中心線、広い側は必ずここが90度以上になるように意識してください。そうでなきゃいけないわけではないけども、それが一番スタンダードです。はい、でここに今から目を当てはめていきますね。縦長なんでもうちょっと縦長くしておきましょう。これぐらいで。でこの時意識するのが左右の高さと中心線との距離。顔が曲がってるんで定規で同じ長さにするっていうことではないですが、だいたいこれぐらいかなっていうふうにこういうふうな感じで。でここにまず鼻は中心線よりも上に行きますよね。顔があってこれ横顔ですよ今。こういうふうに鼻はここよりも前に出てるんで、それを意識してこういう感じで。で口もここの線よりは前に出てるんで、中心線が見かけ上の中心線がこれぐらいっていう風な感じで鼻と口を配置します。まずでこっから目を描いていくわけなんですけども、日本のアニメキャラクターの場合、上まぶたと下まぶたで、ここはこう色でつなぐ、白目でつなぐっていうことが多いですよね。でだからついイラストなんかで描くときにはこことここだけに注意を
払いすぎてしまうんですけども、実はここがすごく重要なんで、下書きを書くときにはここも書いてやってください。だから上まぶた、下まぶたで、こちらも同じ上まぶた、下まぶたで、これもキャラクターによるんですけども、こういう高さ、目尻の高さ、目頭の高さで、もちろん下まぶたの高さ、これを必ず定規を当てて確認してみてください。でここに瞳を描いていきます。で瞳がこういう風に入りますよね。例えばこう入った時に重要なのはここの隙間がどうなのか、上下左右の隙間で、これをこちら側でも目の高さ、瞳の高さもこれで合わせます。真正面を見てるっていう設定だとこういう風な感じで、この時にここの比率とここのつき具合の比率が左右で変わってないかっていうことを確認してみてください。これを書かない、横の線最終的には書かないんですよ。最終的にはこの線は書かないんですけども、下書きの時にこの線を書かずにいくと意外と目の形がアンバランスになってしまうんで、下書きの段階だと書いといた方が間違いが少ないと思います。で瞳を描いて、瞳の左右のバランスっていうことを確認するようにすると、縦長だけに限らず横長でも、左右のバランスが取れると思います。ここの高さ、瞳の高さが左右で違うとか、白目のつき具合ですね、これが左右で違うとやっぱりちょっと変な目つきになってしまうんで、これも右を向いたり左を向いたりするとまた話はちょっと違ってくるんですけども、今回はまずは正面の絵が描けるようにっていうことで、そういうお話をさせていただきました。次、美術解剖学の本で筋肉を模写しているのですが全然覚えられないですということで、僕も覚えてないです。ツイッターでもお答えしたんですけども、僕が覚えているのは、そうですね、胸鎖乳突筋、大胸筋、僧帽筋、三角筋で上腕二頭筋か三頭筋、もうここになると名前すらわからないで、腹直筋でこう名前のわからない斜めに入ってる線で、腰から下はまるっきり筋肉の名前はわからないです。だからわからなくてもなんとなく書ければいいのかなって思っておりますが、きちんとした筋肉を表現したいっていうことであれば、そういうことで勉強されるといいと思います。でその時にやっぱり名前もある程度、全部覚える必要はないかもしれないんですけども、そういうことを覚えておくと無駄にはならないと思うんで、ただ僕の場合はどれぐらい覚えてるって言われると、さっき言ったみたいに12345個ぐらいですね。それでもなんとかやってますよっていうことだけお伝えできれば、多少は安心材料になるのかなって思います。